さんこんにちは。私はイタリアのミラノで絵本の制作に携わっている長谷川真希と申します。今日は自己紹介をさせていただきたいと思います。動画を撮ることにも編集をすることにも全く慣れていませんが、もしお時間がありましたらどうぞご覧ください。このチャンネルでは私が絵を描いている作業シーンや絵本のこと、好きな絵本や携わってきた絵本、または今携わっている絵本について、ご紹介させていただきたいと思います。私は1999年にイタリア・ミラノのブレラ美術学院に留学をしてきました。絵画コースに入学しまして、5年間在籍して最後に卒業することができたんですけれども、本当にさまざまなことを見て学ぶことができた貴重な5年間でした。その後何年か会社員として働いたのですが、やはり私が本来イタリアに来てやりたかったことは、私が小さな頃から大好きだった絵を描くことだったので、絵を描くことで私に一体何ができるのか何年も真剣に考えていました。最後に一番私が最初にやったことは何だろうと思い返してみると、小学校1年生か2年生の時に夏休みの自由課題、自由研究のために、絵本を作った記憶がよみがえってきまして、おそらく一番初めて小学校に入って初めて夏のキャンプに行った思い出を絵本にしたことを思い出しました。画用紙にクレヨンでキャンプで発見したことや驚いたこと、嬉しかったことを一生懸命描いている、そんな自分の姿を思い出して、やはり私は絵本が大好きなんだなと、大好きなことを仕事にしていいんだなっていう気持ちが湧いてきました。絵本をお話を作るということをアイデアの中心に考えながらイラストを描くことを始めまして、それで絵本作家という活動を始めるに至りました。なぜイタリアで絵本を作っているのか、少し成り行きのような流れのようなそういった面もあるのですが、イタリアに留学してきて身近にたくさんの芸術作品やたくさんの美しいものに触れ、その環境で絵を描いたり、それを仕事にすることができたらどんなに素晴らしいだろうと思って一生懸命続けてきました。今日は絵本を一冊ご紹介したいと思います。こちらは去年の6月に日本で出版された雪絵と熊という絵本です。雪絵と熊はもともとイタリア語で出版された絵本を日本語に翻訳されたものとなります。2023年工学図書さんから出版されました3級の絵本さんですね。雪絵と熊の絵本が生まれるきっかけについてお話しします。ちょうど2017年の暮れ頃にアイヌの神話について興味を持って何冊か神話集を読んでいました。神話集を読みながらいろんな絵を描いてみたいなと思っていたところだったんですが、ちょうどその時イタリアボローニャのキラキラエディツィオーネという出版社さんから連絡をいただきまして、出版社のエレナさんが知里幸恵の伝記を英語訳で読んだところだったそうなんです。そしてこの少女の写真を見た時に、
彼女は自分の子供の頃の写真とそっくりだということで、ものすごいシンパシーというか共感を得たようなんですね。またそのアイデンティティに関する重要なメッセージが込められているということで、ぜひ絵本にしたいとお話をいただきました。子どもたちがより好奇心を持ってこの絵本に触れてくれるような幻想的なおとぎ話みたいな絵本を作ることになりました。アリーチェ・ケンレルさんはこのアイデアをもとにとても詩的な幻想的な世界を作り出してくれました。出版された時はイタリアはまだロックダウンの真っ只中が終わってすぐだったのですかね。本当に街に誰も人が歩いていないような状況でして、本を出版する時期としてはとても厳しい状況でした。けれどもその後絵本屋さんや図書館などで、この絵本をイタリアの子どもたちに読み聞かせをしたり、子どもたちと直接この本を通して触れ合っていくうちに、幸恵さんの人生についてとても興味深く耳を傾けてくれたということがとても嬉しかったです。この絵本の最後のページの方には知里幸恵さんのことについて、歴史文化についての説明が詳細に書かれてあります。こちらの写真はイタリア人の学者さんのフォスコ・マライーニさんが1938年から1941年にかけてアイヌの村に滞在していろいろな資料や研究資料を集めていた時に撮られた写真です。フォスコ・マライーニさんは文化人類学者としてイタリアでは大変知られている学者さんです。ちょっと1ページ読ませていただきたいと思います。とても詩的な美しい言葉で語られていると思います。私は母さんと父さんと一緒に遠く離れた海沿いの町に住んでいた。そこでは川は群青色の水をたたえ、夜になっても歌声が響くことはない。村に戻ると目をつぶっていてもすぐに分かった。焚き木の匂いや雪の気配、町よりもずっと厳しい突き刺すような寒さが頬を赤く染める。小川の流れる音に合わせて淵の歌声が寄せては返す波のように聞こえてくる。詩の世界、歌の世界、おとぎ話、神話の世界を表現する絵本に携わらせていただけたことを大変光栄に思っています。これは本屋さんで見つけていただけると思いますので、ご覧になってみてください。ありがとうございました。